皆さんお元気ですか？カナダメープルリッジのエミです。今日のお題は、なんで沖縄に呼ばれたか理由が分かったというお題になります。2025年の2月と2026年の4月に沖縄の久高島に行きました。今まで沖縄に行こうとか、そして久高島のことも全然知らなかったんです。ちょうど体調が悪い時期、2024年の夏頃なんですけれども、 YouTube を見ていて、久高島の YouTube が上がってきたんで見てたんですね。なぜだかわからないけれども、この島に行ってみたいって思ったんです。そこからどうやったらバンクーバーから沖縄に行って久高島に行けるのか、いろいろ調べました。仕事の繁忙期が終わる2025年の2月に初めて久高島に行きました。その時は1泊だけ沖縄に宿泊したので、観光もできず、久高島を観光案内の方にお願いして駆け足で訪れました。今年の4月に行った時は3泊4日、成田空港に到着して羽田に向かい、羽田から那覇空港に向かいました。この時点では私がなぜこんなにも沖縄の久高島に行きたかったのか理由は分かっていたんですけれども、それは何かというと、2025年のクリスマス、ちょうど去年のクリスマスですね、友人のカップルに、私たち家族に自分の DNA の起源を調べるキットをいただいたんですね。で、自分の DNA を提出して調べてもらうのは少し怖く、大丈夫かなと思いながら、2026年の1月の初めに息子と一緒に提出しました。スウェーデンに郵送され、そこから結果が来たのは3月の初め頃だったと思われます。多分クリスマス休暇が終わった後だったので、少し通常より時間がかかったのかもしれません。結果を見てみてびっくりしましたよ。父方の先祖の方に14世代前に沖縄の血が混ざっていました。そして13世代の時には、その当時は朝鮮と言われていたのかな、そのご先祖さんの血が混じっていることも判明しました。母方の方は全然混じり気なしの日本人という民族一色でした。多分ね、これはね、出生地に関係があると思うんですよ。父方は福岡、母方は奈良。ご存知のように福岡九州地方は歴史的に見て鎖国時代であっても外国との交易があったところなんですね。ずっと遡れば、遣唐使聖徳太子さんがいた時代もね、内陸部から九州の港に行って、九州の港から中国あるいは東南アジアの地に渡ったという記述もあります。九州という地方は外国に行く、そして外国勢力が来る足がかりの土地だったんですよね。で、14世代前っていうのは何百年前かなと思って Google で調べました。ちょうど400年前ぐらいで、琉球王国の時代だと AI が教えてくれました。
その時に何が起こったのか調べてみましたら、薩摩藩と琉球の国交が開かれた時代だと書いてあったんですね。でその時にもっと詳しく調べればよかったんですけれども、そうなんだと思っただけでね。でも沖縄の血が入ってたんだ、だから沖縄に行きたかったんだって思ったのが嬉しくって、そのままにしてたんですよ。でね、それが今年久高島に訪れた時、去年ガイドをしていただいたゆかさんにヒーリングを行ってもらった時にね、この話をしたんですよ。その時に彼女から薩摩藩が琉球王国に攻め入った時代ですよって教えてくれたんですよ。攻め入ったのって、もうその事実にびっくりです。ふーんと通り過ぎてたのが攻め入ったと聞き、私はカナダに帰ってきていろいろその時期のことを調べました。で、薩摩藩の琉球王国の支配は1609年に始まったとウィキペディアに出ていました。約417年前です。ちょうど私のご先祖さんの沖縄の血が入ってたのが400年ぐらい前なんで、その時期に当たるのかと思いながらね。父のご先祖さんがいつ福岡に定住したのか定かではありませんが、どんな形で私の先祖が沖縄、その当時琉球の王国から九州に多分連れてこられたんだと思います。で、どのような経緯で子孫を残したのか、いろいろなシナリオを私の頭の中でいろいろ考えてました。波乱万丈の世の中で幸せな人生過程ではないと推察できます。亡くなった父と母の人生のいろいろを聞いたこともなかったんですよ。今になって思えばね、幼少期からの話を聞いておけばよかったと思います。この YouTube を作っているのもね、いつか私の孫たちが、あるいはひ孫、どの世代になるか知りませんが、 YouTube ないかもしれないよね、その時代はね。孫たちがおばあさんはどんな人だったのかなと思った時に見てくれたらいいなと思いながら作ってるんですよ。もしこれを見ているおじいちゃんおばあちゃんいらっしゃるんでしたら、あなたたちの人生を誰かに伝えてみてはどうですか？あるいは文章に残しておく。そしてこの YouTube をたまたま見ている若い人たち、あなたの周りにいるおじいちゃんおばあちゃんに昔の話を聞いてみませんか？いろんな人生があって経験や知識を聞けるかもしれません。どうぞお試しあれ。じゃあまたね。バイバイ。